人工芝を敷いていきたいと思います。トイから伝う雨水で結構ここなんかちっちゃい川ねできちゃってるんで、ここを塞いでいきたいと思います。こういうの敷くときにだいたい裏表どっちなんていう感じになるんですけど、これはあんまなさそうやけどちょっとこっちの方が表っぽいので、こっち表で敷いていきたいと思います。このピンとピンカバーで留めていきます。頑張れよし、一箇所留めるとすごく一人でも引きやすいので、ピンの間隔が大体500ミリ。なんかおるね。こういう時はだいたい斜めから打って強引に止める。よし。でこの2枚目は約15センチ重ね代を確保して重ねて貼っていきます。ここを止めて、これ外側のラインを、50センチ間隔でピン打ちこうしていって、で最後ここセンターね、センターはポンポンと100センチピッチで打っていきます。OK。こういうとこね、集中力高くやりたいとこなんですけど、まずこうぶつけて、このセンターで切れ目を入れて、まずこう引くことができたら、次にここに、ピンコロあるんでこう当てて、でこの角ね、角を垂直にカット。こんな感じで、さっきこっちやったんですけど、反対側で、この後ろ側はちょっとパンパンと重ねて、ここでピンって終わりですね。防草シートなんですけど、こういうこのピンコロとの取り合いの部分とか、こういうとこ丁寧にやりたいんですよね。もうちょっとの隙間で、草はなんか光が栄養なんで、太陽光線ねが入ると、もうほんとわずかな隙間を見つけてちゃんと生やしてくるんですよね。なのでこういう、これ防草シート用のテープなんですけど、こういうのでしっかり際をね処理したい。
庭を緑地化するのにまず考えるのが普通の芝ですね。リアルの芝を引こうっていう風に思うと思うんですけども、僕もそう思いました。ちょっと調べてみたんですけども、結構管理いるんですよね。で大きく分けて、2つ、日本芝と西洋芝っていうのがあるみたいなんですけど、日本芝は冬枯れするっていう、冬になると茶色くなってしまうんですね。それもちょっとどうかなと思うんです。で西洋芝の方は常緑でずっと年中緑なんだけど結構繊細みたいなんですね。でこの両方の芝どちらとも年間通して肥料を与える、水やりする、雑草除去する、芝刈りすると、手間のかかるとこなんですね。で僕はそんなにちょっと向いてないのかなと思って今回人工芝にしました。で人工芝も大きくポイントとして手触りと見た目ですね。やっぱ値段が高くなるとリアルの芝生の再現性が強いなと。ハーモニーターフっていう人工芝を使うんですけど、これサンプルを取り寄せてみました。で4種類あるんですよね。でこれが 28mm、40mm でこれがハーモニーターフソフトっていうやつとこのネオっていうやつですね。これは28mm、結構リアルっぽいですよね。いろんな色が混ざっててまあって感じですかね。でこれがこれすごいな、ボリューミー。やっぱ 40mm となるとこのふかふか度が違うね。これソフト、すごいわ。手触り密度もあって手触りもなんか柔らかい手触りですね。ソフトっていう感じ、名前そのままでこれネオ、なんだろう、俺これが一番好きかな。ソフトの方が手触りはやっぱちょっと上回るんですけど、ネオの方がちょっとこの茶色とかが入っててだからリアルさが強い。で手触りもねいいな。なんかこう柴犬の後頭部触ってる感じかわいいね。裏返した方が切りやすいですね。わかりやすいようにこう糸を張っていきます。今日はめいっ子が手伝いこの時に重要なのがこの芝目を合わせるっていうのが重要です。どっちかに倒れてるんでその倒れてる方向を合わせていきます。最初ちょっと芝が倒れてるんでこうやって起こしてあげた方が綺麗ですね。どう割と簡単にできます。簡単にできるのこの芝生の付き合わせの部分はこの黒の下地シートの隙間が 5mm 開くような感じで設置して、で上のこの芝生の毛でなじませるのがいいみたいです。これが乗っかると結構ジョイントのつなぎ目がすごいわかるからどうかな。開きすぎてもあかんねんなこれ。でピンはこうシートとシートをまたぐように、ここがジョイントの線でこれをまたぐようにこのまま打ち続けずに一回この芝をどけながら叩いていくと芝が噛まないのでピン跡が目立ちにくい。でピンの間隔は約50センチ。次ここです。親子の共同作業。この外側のラインは50センチだとちょっと心配なんで20センチ間隔でピンを打っていってます。こういうとこですね。こういうとこ肝心でこういうとこをちゃんと切り込んで作りたい。
こういう風にするとこの黒いね下地のシートが見えてちょっとあんま綺麗じゃないので、この内側に折り込むといいですね。こう内側に折り込んでこうした方が自然。中に折り込む、中にこう、いいっす、いいね。とっても自然な感じで、あと折り返したら最後固定ピンで、最後こういうちょっとスンタラズの部分ができるので、こういうパーツを作って式が起きます。オッケー。よし。完成。このチャンネルではもう古くなり放置されてしまった古民家や一般住宅を DIY で復活させていく日々を配信しています。